領域展開。はい、ということで、こんにちは、ケンユです。今日はですね、6月のアボカドの様子を、シェアしていきたいなと思います。6月18日金曜日、天候は曇り、ということで、昨日ですね、17日はものすごく激しい雨が、沖縄県全域襲いまして、結構激しかったんですよね。落雷を伴う激しい雨ということでね、で今日はその影響を受けてかなり湿度が高くて、すごくジメジメしております。はい、で、5月はずっと雨が降らずにね、カラッとしていて空もものすごく青くて、綺麗だったんですけれども、6月はこの日を選びました。というのもですね、雨が、本当に多くてですね、今日も雨がこれから降るという予報なんですけれども、はい、たまにはね、曇り空の、アボカドの森の様子もですね、楽しいんじゃないかということで、この日をね、雨の切れ間を選んでおります。はい。で、曇りで天候はそんなにね良くないんですけれども、虫たちはねうるさいですね。聞こえますか？セミが鳴いてるのか、何かが鳴いてるのか、喉疲れないのかなっていうことで、僕より大きい声出してますからね。はい。虫たちも頑張ってるということでね、ちょっと僕も元気を入れて気合を入れて、案内していきたいと思います。6月はですね、アボカドそして肥大化がかなり進んでおります。はい、そこら辺をですね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということでね、今回の動画もぜひ、面白おかしくですね見ていただければいいんじゃないかなと、楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思います。ということでどうぞ。はい、それでは本日もですねやっていきましょう。アボカドの様子です。かなり大きくなっておりますね。はい、凛々しい凛々しいってか、あと蚊に噛まれすぎて、もう来て早々蚊に噛まれすぎて、どこかしらも全部がかゆいです。はい、全部かゆいですけど頑張ってやっていきましょう。ですね、これがピンカートンですけれども、結構ですね大きくなってますね。いいかも、上の方見えます？こんな感じですね。はい、かなりアボカドできてます。はい、やばい、コーノスやばい、コーノス。はい、アボカドこんな感じです。はい、パパイヤもね結構すごいですよ。これはメスパパイヤですね。はい、なんかね垂れ下がってきてますね。前回その手が届かなくて袋掛けが追いついてなかったんですけれども、今回ちょっと垂れ下がってきてね、袋がかけられるような感じにもなってきてますね。はい、ちょっとごめんなさい、どこ映してるんだろうっていうね状況だったんですけれども、こんな感じになってます。ちょっと上まで行ってみよう。はい、こんな感じです。よいしょ。すごいですね。かなり、ここにもある。でもね袋掛けをしないとやっぱりね虫にやられますね。はい、いい感じのサイズになってきてますけれども、袋掛けをしないとやられます。で、カメムシですね、やられますね。ミナミトゲヘリカメムシっていう、ここは害虫がよくいるんですけれども、そいつに結構やられます。今年はねすごいついてますね、いっぱい。そこにも見えますかね。こんな感じですね。2個とか落ちてる。落ちてるな。こんな感じでよく落ちます。はい、無限に落ちてきます。これはカメムシの被害とかもそうですけれども、結構落ちますね。大きい。すごくね大きいです。ここは確か80袋ぐらいかけたんですけれども、個数自体はですねもっとあると思います。300とか400近くは実は上の方にはあるんじゃないかなと思っております。こいつ名前なんだったっけ忘れた。こいつ名前なんだったっけな。ちょっと待って、思い出せない。待ってね、これ前調べたんですよね。この虫結構面白くて、死んだらですね青くなるんですよ。今すごく光がですね乱反射して僕たちはこう虹色に見えてるんですけど、ちょっとね油膜が張ってあって、で死んだらこの油膜が切れるのかが分かんないんだけれども、その青くなるんですよね。はい、非常に面白い虫です。はい、これは害虫ですけど、たまにいたらテンションが上がる虫としてね、僕は殺さず、はい、すげえってなってます。ここまでなるのはかなり時間がかかります。8年とかね。はい
桃栗3年柿8年アボカド10年15年ですからね。はい、まあ去年ね剪定してません。はい剪定せずにここまで来た。はい、これ何？これもしかして未生？これどうなってるのこれ。あ、これ未生かな。あ、未生だねこれ。うん、これ未生ですね。未生の木を発見した。あ、生えてきてる。未生の木がちょっと待って、面白い。未生の木が生えてきてる。わあ、すごい。これ未生だ。わあ、すごいすごいすごい。あなんか葉っぱの感じが違うと思ったんだよな。うん、この木あるじゃないですか。これ未生が生えてますね。アボカド種が落ちて、その種が発芽したんでしょうね。うん、これです、これです。これなんか未生でした。今見つけましたはい、後で父親にも教えてあげよう。はい、これね、根っこがもう生えて未生です。で、やっぱこんな感じで落ちるので、落ちたやつがね、すごく落ちてるの。落ちるので、落ちたやつが勝手に発芽したんでしょうね。後で拾います。はい、で周りにね未生の木が結構あるのかなと思います。でこれもね新芽が出てるね。これは母樹っていうか、木についてるやつか。お、なんかいくつか未生ありそうだな、この様子だと。なんか出てるぞ。あ、未生があるねちょっと待って、テンションが上がるぞ待って、未生が出てる、いっぱい。ちょっと待って待って待って、お邪魔します、お邪魔します。これも未生だね。あ、だいぶ落ちてる。ほら、だいぶ落ちてる。うん、これも未生だ。ほら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 、これ未生だ。うん、これにね接ぎ木して寄せ継ぎとかで、あ、だいぶ出てるな未生が。これもアボカドだな。ちょっと待ってちょっと待って、美味しいぞ。これも未生だ。うん、これもアボカドです。はい、葉っぱが完全にアボカドです。これも未生です。うん、あれは違うか。お、あれこれは違うか。これは葉っぱが違うな。うん、結構ねラッキーですね。あそこも未生じゃないかな。違うか、完全にこれ未生ですね。うん、わあ、美味しい。そのままほったらかすとね、こういう風に未生が出るのでね、いいんじゃないのかなと思います。おで、こんなところに綺麗なアボカドが袋かけ忘れてます。はい、よし、ということで行こう。食わず芋だらけ。こっちは食わず芋だらけです。この木もですね、昨年ちょっと接ぎ木をしたんですけれども、花が咲かないですね。咲いてなかったですね、今年は。うん、仕方ないか。来年を待とう。ゆっくり来年を待とう。はい、どうですかこれ。はい、こっちは未生のアボカドですね。うん、袋のかけ忘れ取れたなんかまだちっちゃいですね。ちょっと1個開けてみるか。はい、ちょっと未生のやつね外してみたいと思います。こんな感じですね。ちょっと汚れてるやつも袋全体的にかけちゃったんだよな。見えるかな。こんな感じです。ほい。はい、これ未生です。でアボカドですね、未生は美味しくないんじゃないか説がね、ちょっとネットとかで流れてるかもしれないんですけど、そんなね人間あんまりね分かんないですよ美味しいとか美味しくないとか、そんな細かい差はね分かんないですよ。はい、もうざっくりとしたアボカドの味ぐらいでしかね、人間はねあんまり分かんないと思います。だから未生でも全然美味しいと思いますよ。やっぱりその花粉がどっから飛んでくるかわからないので、交雑してなんか変なものはできるんですけど、やっぱりその母親方のね遺伝子とかは引き継いだりで、結構ね自食するので、自分の花粉で増えたりするので、そこそこね、未生でやってもその食べた果実とほとんど同様なものができたりしますよ。これもねその西インド諸島系統の、特徴を大きく引き継いだ、ものだと思います。はい、行こう。ついでに接ぎ木のやつも行きましょう。これ接ぎ木ですけれども、結構ね大きくなってると思います。これ開けてみようかな。他にもなんかかけ忘れないかな。はい、ちょっと袋掛けが遅かったのでね、先月ね、
かなり、食べる分に関しては全然いいと思います。結構でかくなりましたね。こんな感じです。 100g はないか、70ぐらいだと思います、まだ。で今ですね、そのアボカドっていうのは S 字成長曲線っていう感じで急激にね、ドバッと肥大化が起こる時期があるんですけど、それが今ですね、それが今になってます。であとは緩やかなこうカーブといってね、成長しきったらあと緩やかなカーブですね。ここですね、ちょっと今は、芝生みたいな感じになってるんですけど、雑草が結構はびこってるんですけど、先月は結構ねヘアリーベッジがあったんですけれども枯れましたね。綺麗に30度ぐらいになったらすぐ枯れました。やっぱ枯れるんですね。イネ科の雑草がはびこる、そんな感じです。で黄色い花が咲く、雑草、この6月ぐらいにですね出てくる、その露草とかと一緒に出てくるこれですね。これなんだったかな、アメリカハマグルマだったかな、ちょっと正式名称を忘れました。多分アメリカハマグルマとかそういった感じの名前だと思います。結構黄色い花が咲いて、ほふく性でね地下茎で増えるんですよね、これ。かなり厄介だと言われてます。で圃場に入れるのはランキング1位かもしれない結構その植物帯に覆いかぶさるんですけど、果樹園に関してはねそこまで厳しいものでもないのかなと若干思ってます。野菜とかだったらですね覆いかぶさって結構大変ですけれども、ヤブガラシとかね、あとヒルガオとかね、そんな感覚で結構大変な作物ですけど、植物ですけど、果樹に関してはこれねあんまり身長高くならないんでね、今のところは大丈夫です。でうちらはこう創生栽培なので、ある程度生えてほしい草と生えてほしくない草っていうのはあるんですけど、このぐらいだったら、いろんなものがいて、いいんじゃないかなと思っていたりします。黒アゲハ低空飛行、黒アゲハの低空飛行。よし、コーヒーです。コーヒーはね影が好きなので、あまり遮光が、あまり日光があまり必要なくてですね、遮光が必要なのでこの木の下にですね、木の下に配置するっていうそういったことですね。では早速、ちょっと待ってちょっと待ってごめんクモの巣があったがっつりかかったごめんね。めっちゃ顔面とか全身にかかった。一応こんな感じになってます。木がねかなり高くなりましたね。で接ぎ木失敗したやつとか、接ぎ木失敗したやつとか、もうこのまま未生でいこうかなと思ってます。で辺もね接ぎ木失敗したやつですけど、そのままいこうかなと。めっちゃでかくないですかあれ1年後接ぎ木した木ですよ。一番左のと、あとこれは未生ですけど真ん中のやつとかめっちゃでかいですよね。もう何メートルあるんだろう、6メートル7メートルとかそんな感じだと思います。でね今、ちょっと父親が作戦を練っていて、倒したらどうだっていうことでね木をね引っ張ってます。ちょっと待って、お前何食ってるの？カナブンを食べてくれてますね。あれ偉いぞお前こいつねジョログモっていうクモですけど、結構珍しいタイプのねクモです。いいね。カナブンはね幼虫とかをこう根っこに産むので大変です。で、この木ハス、この木はハスですけど1個だけ果実できてたな。この前友達が畑に来た時に教えてもらったな。あったあれだこれだこれですけど、これねもう多分大きくならないんじゃないかなと思ってます。ゆっくり成長を見ていきます。まだ結果したばっかりなのでこれから大きくなると思います。後で袋掛けします。今ちょっとしとこうかな。やっぱり忘れるかもしれない。
マンゴーの袋を活用してます。また相変わらず。お、いやーいいね。ここは本当に蚊が多くてすごく大変な部分もありますけど、やっぱりヘリコプターとか飛行機以外のですね、機械音が全くないというか、やっぱり空気もですね結構美味しいというかですね、もう非常に排気ガスとかがないので、かなりもう気持ちいいですね。よし行こう。はい、あそこもあります。でもう一個ね、これと同じ山があるんですけど、今日そこまで行こうかな。行きましょうか。行きますか皆さん。ベーコンベーコン。何個か生き残ればいいですけど、5個ぐらいは取れたらいいな。去年1個でしたけどね。おい、食べられてる。はい、ベーコン、そんな感じです。ベーコン大きくなったらある程度、あれ未生の木がなってるな。なってるな。ちょっとなってるな。前回探しきれなかったけどなってるな、あれ完全に。はいなってるな。ちょっと待って、あれなってるぞ。おい、上の方なってるぞ。これ未生の木ですけどね。なってます。はい、こんな感じでなってるぞ。ほらこもほらなってる。もう手が届かないから袋掛けできないですけど、上の方なってますね。下だけと思った。これもね未生の木です。未生の木でもねできるんですね。面白いね。環状白皮したおかげが出てるのかな。でもあんまサンプル数が少なくて分かんないんだよな。そっか。これもこんな感じで大きくなってきてる。 100g 近くまでなってきてるかな。で今こうやって結実してるんですけれども、一応ですね花が咲いたタイミングで、環状白皮をしたんですよ。環状白皮って言ってね、木の幹をあっちガムテープ巻いてますけど、あれをしたんですよね。そうすると実の落下とかがですね、なんだろうな、少なくなるっていうことで、そういうことを信じてやったんですけれども、それで結構木の上に残っているかもしれないですね。ちょっとサンプルが少なすぎてですね、あまり何もわからない部分があったんですけれども、で環状白皮はですね、やる時期がですね花が咲く前ですね。その花芽の誘導を行って、で、果実がついた頃には修復ができてるっていうところなんですけど、僕あれねやったのいつだったかな、ちょっとあんまり覚えてないな。2月とか3月だったような気がします。そんな感じでやったと思います。ちょっとやった動画も、残していると思うので消したかな。わかんない。あったら載せときます。曇天です。なんか未生の実つきがさ、環状白皮したら良くなるのかってちょっと見てみたいところではある。なんか可動域が少なくてさ、非常にやりにくい。これで切ってるもん。ここですね、環状白皮、しました。こんな感じです。よいしょ。こんないい曇天ある。ザ曇天って
こもね、はい。で向こうの2つの木々はですね、実がつかなかったですね。花も咲いてないのかな今年は。なかなか咲いてないですね。であっちがですね、サンミゲルっていう品種で、おそらくね、はい、まだこっち食べたことないので品種ちょっと忘れてしまってる部分もありますけど、蚊がすごい。1匹殺してもまた来る。こっちがですね、あれこれサンミゲルじゃないぞ絶対。サンミゲルかなはい、これねおそらくサンミゲルだと思うんですけど、こういう形だったっけな、サンミゲルって。ちょっと家帰って調査だなこれはい、なんか大きくなってくるとね分かる。8日の場合だとねあんまりね分からないんだけど、大きくなってくると分かる。あれサンミゲルってこんな細長い形だったっけ。なんかもっと球体チックな感じがしていたと思われていた、僕の勝手なあれですけど。虫がいる。やっぱりちょっとなんか細長いな。なんかサンミゲルじゃないような感じもしてきたけど、まあちょっとね家帰ってちょっとこれ調査ですね。はい、調査ですね、これは要調査。ここもねすごくないですか。去年めちゃくちゃ取ったのに、どこ開けたらいいかな。はい、こんな感じですね。カビラ紫、袋の上からも吸収加害してますね。こうパツパツにつくとそうなるんだ。でこっちがねカビラ緑ですけど、ここもね結構ついてるんですよね。わ、こんなですすごい。後で袋掛けをしなきゃいけない。よいしょ。上もねカビラ紫で、はいですけどいっぱいついてますね雲もう雲が道を塞いでる。もうすぐねすぐ雲が道を塞ぐんで、わーでかくなってる。もうね1ヶ月経つとすぐでかくなる。はい、めちゃくちゃでかくなってます。でこれもね果実ね2日前に来た時に見つけました。はい、全然これは自前のやつですけどね、こう地を張ってる、見てこれ地を張ってるアボカドですけど、これもね昨日果実が上についてるの見ました。合計で10個いかないくらいですねありましたね。緑色してるとね隠れていて探しにくいんですよね。ちょっと蚊の量がすごい。何か体にほらこれです。これねなんか収穫後果皮がね赤くなるんですよね。面白い結構アボカドです。特徴してます。すごい。蚊が顔に蚊がはい、レッツゴー。もう雲が見ても道を塞ぐんですよね。本当にこれはね山形っていう品種だったかな。はい、よいしょ。今いろんなところにあったのあれアボカドです。これもアボカドだし、あれもアボカド、もう全部アボカドです。そこら辺にある木はまた雲がいる。全部アボカドです。はい、雲の巣を破壊して進む男。よし、もう一個の山に行くか。今日はもう一個の山に行くか。そうしよう。よし行こう。どうでしたか6月の山の様子はどうでしたか。ちょっと今回ですねもう一個の山に行きたいなと思いますけれども、興味のある方はまだ引き続きちょっと動画を見てください。で2つに分けるかもしれないですね。ちょっと長くなってる。もう一つの山はねあんまり公開してないんですよね。はい、ということで、お疲れ様でした。6月のですねアボカドの様子を、少し紹介させていただきました。で、果実の肥大化がですね、楽しめたと思います。カビラ系統はですね収穫がだいたい8月くらいですかね。8月9月そのくらいだと思います。はい、で、グアテマラ系の品種と比べるとやっぱり油分の乗りは悪いんですけれども、
甘いとかですね、で繊維がすごく柔らかくて、プリンみたいに食べれるとかですね、結構そういった特徴のある、スーパーとかにあるハスと、似てる特徴というよりもちょっとね他の系統のアボカドになるので、そこら辺のね味の違いとかもね楽しめる、ものになっているんじゃないかなと思います。ピンカートンとかはですねもうちょっと後ろ側の品種で、そのカビラ系統がちょっと早くて、でピンカートンがだいたいここだと11月かな12月かな、そのくらいに取り出すんですけれども、そういったことになっております。はい、楽しんでいただければ、幸いです。で今回はですねもう一つの山、に行きたいと思います。はい、ということでまたそちらの方もですね引き続き動画の方、ご覧いただきたいなと思います。で明日かな翌日かな、編集次第ですけれども、アップロードして出したいと思いますので、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。はい、どうもこんにちは。もう一つの山に来て、ここもアボカド結構植えているところなんですけれども、池を作ったところですね。でちょっとね隣でね工事をしていて、音がねものすごく少しうるさいので、また別の日に、ここの状況はね、動画にしてまとめたいと思います。お待ちください。またね、来週ぐらいになるのかな、と思います。雨の状況とかもね、見ましてまた別の日に、ゆっくり回りたいと思いますので、お楽しみいただけたらなと思います。ということでまたバイバイ。